ーラブエノサールです。こんにちは、千葉空です。2年ぶりの日本ですね。今おばあちゃん家です。暇だね。家の周りね、田んぼしかない。田んぼと田んぼ、コンビニまで歩いて15分でしょ、薬局まで35分でしょ、駅まで1時間弱、家から出なくなったよねはい、ということで今回は私の日本のお家を紹介します。引っ越すかもしれないけどね。私のおばあちゃんです。イエーイ。おばあちゃんね、すごい可愛いんだけどね、昔はね、極道の女みたいなね感じだったんだそう、めっちゃかっこよかった。写真見たら両親が共働きだったから、ばあちゃんに育てられた記憶が一番強いんだよね。ばあちゃんのさ、手料理好きなのにさ、最近私に料理させるじゃん。最近の料理わからない。昔の料理しかできない。いやだから私その昔の味が好きなのにさ、ご飯作ってまあ作るけどさ、全然作るのはいいんだけどさ、私はばあちゃんの料理好きなのさ。たまにはね。どうでしょう。いいんじゃない？本当にいいと思ってる？まあね。なんかちょっとチクチクするとかな。裸じゃないし大丈夫だ。裸でいることないから裸で。いつも私のこと裸あんたストリッパーみたいな格好してどこ行くのっていうの。どういうことと思ってどこがストリッパーなの？私はこれ普通の格好ですけどそんな感じの可愛いおばあちゃんでした。もう私おばあちゃん子なんでね、おばあちゃん大好きなんですよ。はい、こちらが私のお部屋になります。いやこれでもね、だいぶ荷物捨てたの。私超物多い人なの。旅してても物がどんどん増えちゃう人で、だいぶ捨てた。どんぐらい多かったかっていうと、簡単に言うと足の踏み場がないレベル。おかんとかにも、あんたいい加減片付けに帰ってきなさいよみたいな、ぶっちゃけ片付けに帰ったって感じそう、ちょっとね引っ越すかもしれないから、この家がねどうしても捨てらんないものがあってさ、このボックスなんだけど、オープン。思い出のものだね、すべて。思い出ボックスもいやん証明写真は恥ずかしいよ。全部ねお手紙とかもなの。ちょっとこれも恥ずかしいな。開けてちょってなんだよ、開けてちょって。通知表。頭悪すぎてやばかったの。まあ驚くことじゃないと思うけど、まあまあじゃない？ほら4あるし。物理？物理ってなんだっけ？私4立ってるよ。やばくない？すげえ。しかも体育3低いか。いやなんか運動神経はいい方だと思うんだけど、サボりすぎたね。授業は出てるけどゴロゴロ寝転がってたりとか態度が悪かったからね、多分3だね。現代文とかもう記憶ないもん。やる意味あったかな。日本史はちょっとね、なんか歴史の映画とか見るときさ、勉強しときゃよかったなと思って。あれ日本史と歴史って違うっけ？政治経済はもうちょっと無理でしょ。戻れるとしたらほんとね、英語だけはねちゃんとやりなさいって頭叩きたいわ。てかなんでこれしかないの？おかしくない？これあれか、3年生かこれ。だからかなんかやたら成績いいなと思って。これだ、これそうだよね。なんか頭いいなと思ったんだよね。多分私ね2年になる気なかったんだと思う出席すべき日数198日、欠席トータル7回って優秀じゃん。遅刻64回、早退13。でもちゃんと遅刻しても行ってたんだね。偉いじゃん。クラス順位33人中33位だったのね、1学期と2学期でね。3学期ちょっと頑張ったの。なんかお前下手したら2年生になれねえぞみたいなそう言われたから、それは困るんですけどみたいな感じでちょっと勉強したの頑張って。ほらこの辺も22222ほら上がってるでしょ。クラス順位見たらさ32位になってたの。めっちゃ感激したんだ。この通知表もらってさ、誰だ33位っつってなんか笑おうとしたらさ、担任の先生がさ、千葉33位は不登校だ。失礼しました。結局ビリはビリで変わんなかったということです。はい。卒業できただけよくない？私もさ別にさ卒業しなくてもいいかなって思ってたんだよ、ぶっちゃけ言うとね。なんか別に卒業にこだわることある？みたいな。でもやっぱりおかんがさ昔から言うのよ。あんたは頼むから高校だけは卒業しなさいって。なんかね、おかんってあんまりね頼み事しないの、私に。厳しいおかんだけど、勉強しなさいとかなんとかしなさいとかね、あんま言わない人なのね。だからすごいおかんとも仲良かったし、でも唯一ねこれだけは本当に何度も言ってた。だからそうやって先生にさ、お前このままじゃ進学できないぞとか言われるとさ、やっぱおかんの顔を思い浮かぶんだよね。約束したわ、卒業しなきゃって。それでいつも3学期のギリギリでなんか一生懸命勉強して赤点取らないように
てやってたな。暗記ができないんだよね。暗記どうしてみんなそんな覚えられんのかなって不思議なの。すごい人いるじゃん、学年とかでさ。なんだっけ、期末テストの3日前ぐらいから勉強してるみたいな。3日前だっけな、前日だっけな、忘れたけど、なんかテストの前日に勉強してるみたいな。確実に覚えらんないの、そんなことしてもね。どうやって記憶すんの。なんでそんなギリギリにやって大丈夫なのって言っても、なんかギリギリの方が覚えてるって言って、はあ、こいつ天才じゃんだ。マジ私以外みんな天才に見えた。本当にすごいなと思って。私なんかさ、もう1ヶ月前からもうやり込まないとさ覚えらんない人でさ、私勉強の仕方は下手なんだよね。確実に山を外すタイプ。いやもう高校時代本当に楽しかった。友達もすごい最高だったし、先生たちもね最高だったの。私は結構さギャルで自由にやってたけど、やっぱね見捨てないでくれた先生たちがいたんだよね。結構懐かしいな。そうこういうのとかさ、一生懸命みんながさ印刷してさ、多分雑誌も買ってくれたんだよね、こういうの。そうでこうやって貼ってくれるとかさ、本当に嬉しいんだ。なんかさ作ってるのを想像してるだけでさ涙出るよね。そうだからね捨てらんないの私が海外行くっつったらさ、仲間たちがさこうやってもうちょっと全然空欄あるじゃん。誰メッセージ書いてないすごい空欄多くないですか。ほらちょっとみんな書いてないのねえ書いてるかありがとう。なんか色紙ももらったからさ、みんなから。そう多分色紙にみんな書いちゃってんだよね。こういうアルバム作ってくれたりさ、こういうのとか旅立つからさ、みんな寄せ書きみたいな書いてくれて、いや私本当に人に恵まれてるって本当に思うわ。あったかい、みんな大好きなの。やべえの出てきた。どれだと思う。やべえやべえ。あ、そうそうそう、高校の体育ってこんな感じだったな。こんな感じでね、みんなね地べたに座り込んでねゴロゴロしたりね。懐かしい。クソギャルだな私。もう思い出はやっぱり捨てられませんね。もうプリクラとかなんかもういっぱいすぎてさ、もうどうしよう。昔からそうなんだけどさ、撮ってはさ満足しちゃうんだよね。沖縄旅行一発でわかんない。相当な目立ちたがり屋だったんですね、きっと。自分のやりたいことは全力でやるタイプだからさ。ちょっとこの辺はまた引っ越しするってとかになったら片付けようと思います。ちょっと今どれ捨てるとか決めらんない。最後はこの宝箱思い出ボックスみたいな感じ。そうこれちっちゃい頃さ、鴨川シーワールドでシャチにキスをしてもらうみたいな証明書。私はもうちっちゃい頃から本当にシャチが好きだったから、もうこれすごい大事シャチにキスされるだけでも緊張だったけど、目の前にシャチがいるっていうのでもうカッチカチでさ、ね、じゃあほっぺこう出してね、お姉さんに言われてこう出したらさ、シャチが出てきてさ、ベロでグイーってやられてね、あ、これがキスかってその時も思ったんだけどね。でもそんなもうどうでもいいの、もう超幸せでその時、はあ一生笑えないと思ったの。終わってさ、お母さんと手つないでてさ、はあ幸せ幸せってちっちゃい頃ずっと言ってて、もう笑いたくないみたいな感じで言ったらさ、おかんがさ何したと思う。私の顔をガッて掴んでグリッつってブチューって。あれは今でも恨んでます。初めて絶望感というものを味わった。300円でできたの安っ。シャチと記念写真250円だって。ありえない金額だね今思うと。これはまあ高校のねもう最高の仲間たちの名前が彫ったやつでしょ。でこれねなんだっけな、あ、そうだ、小学 1,2 年3年覚えてないけど、小学校の時に休み時間になるとさ雑草をプレゼントしてくれる男の子がいて、多分その子的にはお花だったんだと思うけど、はいって渡されてさ、ありがとうって感じじゃん今でも覚えてるけど花じゃないんだよ。私も分かってたけど、でもお花としてくれてるっていうのは認識してたから、ありがとうありがとう、なんでくれんのか分かんないけどありがとうみたいな感じで毎回お花もどきを持ってきてくれる男の子がいて、でその子が結構私虫取りが好きだったの、ちっちゃい頃からね。もうほんと男の子みたいな女の子だったんだけど、トカゲを捕まえるのが好きだったんだ。そしたらさ、なんか一人で遊んでたらさ、その子がさ絶対ついてくんの。僕も取るからみたいな、取ったらプレゼントするからみたいな。もうねすごかったの。私が言ったら何でもしてくれんのかなってぐらいでさ、なんか急にさ、ちょっと私もあんまり記憶覚えてないけど、なんか転校することになったんだよね、その子が。確かさ、まあ私の記憶違いだったら申し訳ないんだけど、学級会みたいなさ、クラスがみんなで話し合うみたいな時間あるじゃん。
なんか変な時間ね。そうその時にその男の子が引っ越すっつってなんかすごい泣きながらさ、多分みんなに話したんだよね。さよならって終わるじゃん。次の日だっけな、それが引っ越すって泣きながら挨拶したのが午前中で、午後かな、その授業してたらなんか先生に千葉さんっつって、ちょっと外で誰々君がその子が待ってるから行ってあげてって言われて、と思って、私だけと思って、はーいっつって玄関から下降りて外行ったらさ、引っ越すはずのその子とお母さんがね、なんか立ってんだよ。その男の子がさ、すっごい号泣してんのもうものすごく号泣しててさ、その子のお母さんになんかね、サラちゃんと別れたくないみたいなんだって、でもね都合もあってさ引っ越さなきゃいけなくてさみたいな。その時にね、なんかその子が号泣しながら渡してくれたのがこれだったのよ。ブレスレット、多分初めて作ったの、すげえヨレヨレなんだけどさ、もうなんでこんなヨレてんだろう。そう、なんかそのね思い出が強くてね、なんか捨てらんないんだよね。なんか私のためにそんなさ思ってさこう作ってくれたとかさ、すごいありがたいなと思って、これは一応持っといてるボロッボロだけどね。そう、思い出系って捨てらんないよね。思い出って宝じゃんはい、ってな感じでそんな感じでした。早くさ旅もしたいんだけどさ、もう今本当に外に出れない状況。家族の問題とかさいろいろあったり、引っ越しもしなきゃいけないかもしれないしさ、急にね今身動き取れない状況なんで、こうしてばあちゃんの召使いになって料理作ったり雑草抜きをしてます。どこ行くにもさ車ないと動けないからさ、全然歩いてないしさ、体もなんかだんだん運動不足になってきちゃったよね。たまに気分がてらにドライブしてんだけどさ、田んぼ道ってすごい気持ちいいよね。バリバリ高齢者マークつけて走ってる。思ったんだけどさ、高齢者マークつけて走ると逆に危なくね。なんか前さ、私普通に運転できる方なのね、下手ではないと思うんだけど、なんか運転してたらさ、高齢者マークついてるからかわかんないけどさ、後ろのやつがさすげえ煽ってくんだよ。普通の速度だよ、私普通の速度ね。で煽ってきてんなーっつって、まあいいやと思って、そしたらブーンっつってなんか喧嘩売るようにさ、ブーンって私の後ろから前にさこう入るような感じ。のんびり運転しないんだけどさ、ほんと入り方とかも超無理やりでさ、危ねこの野郎と思って、これがさジジババだったらさどうすんのってびっくりしちゃうよ。心臓止まっちゃったらどうすんのみたいなさ、ほんとなんか自己中な運転が多いな、本当に多い。だから思った、ほんと高齢者マークつけてる方がね、なんかイライラされるし、なんかそんな感じがしたんだよね。うちのばあちゃん心配だわ、運転してる時。何なんだろうね、煽りとかさ、オラオラ運転、なんか全然かっこよくないんだけどと思って。俺運転うまいです的なさ運転されるとさ、引く、ガン引き、煽りとか論外、キモすぎる。もうやめて。はい、ということで今回の動画は、日本の私の日常生活の動画みたいな感じで、暇させてしまった方申し訳ありません。いやもうさ、本当にさ撮影した動画がたまりすぎてさ編集しなきゃいけないんだけど、ごめん言い訳するわ。パソコン壊れてんだ、本当に10年前に買ったやつだから、もう動きもくっそ遅いし、画面なんかむしろちょっとねもう割れてんの、壊れてんだけどね、全然はかどんないんですよ。新しいパソコンね今届くの待ってて、この話はどうでもいいよ。はい、ということで皆さん今回も動画見てくださってありがとうございます。今日は喋り尽くした動画になってしまったけど申し訳ないです。今すぐ旅はできないので、なんかまあ日本にいそうだな。これから海外の映像ちょっと遅くなるかもしれないですけど、皆さんこれからもよろしくお願いします。また次回も見てください。ありがとう、アディオース。